川添虎高と言います。一応古銭顔の代表として名前だけありますけど、はい、73です。53年ぐらいなんですかね。53から4、中学から行ったっけ、もうそんくらいなんですね。いや、やるつもりはなかったです。うち自体も家族経営だけやったけど、その時手伝っただけでやって、延長でずっと来ただけです。昭和の時代が一番楽しかったんじゃなかかな。作れば売れるって時代やったけんですよ。絵付けをしていけば一生食いっぱぐれせんっていうようなやり方で親父から聞いて、絵付けの方は最初始めたんですよ。それで自然にやっぱどうしても量産するような体制になって、やっぱ現場の方にやっぱおらんまいけんことになって、最終的にはこういうのも全体的を任せられて今があるんですけどね。で親父が決めたから、親父が絵付けをしていれば石を食いっぱいぐらいせんけん、絵付けに絵の具法は勉強せろって言われて25ぐらいまで勉強していたんですけどね。売れかかってからかな、お客さんから自分の絵を注文して食い出すで、例えば10本とか20本とか注文していくことになってから自分がデッサンが面白いな、少し面白いなって、仕上げの方に来て仕上げもするでしょ。窯だけもするじゃないですか。いろんな面でそういうふうな、それであと生地屋さんに挨拶作っていただくために挨拶回りしたり、そっちの方が主に多かったですね。そこに信用してもらわんば作ってもらわれんじゃないですか。何回かずっと行って、それでまた陶土屋さんの方にお願いをして相談して生地屋さんも紹介してもらって作っていただくとか、そういうようなやり方はしてきたんですけどね。引き継ぎで自然になったけど、自分が絵付けしたかっていうような感じで伝統工芸士とか一級芝居技能部鳥高研って言って、それでうちに決まる。本当は姉の子供が入ったとですよ、ろくろしとして。それで負けん気なっておいもしたかけんって言って、それで入ったとですよ。すごいなと思う。俺もあがすけど頭作ったことないもん。俺もまだただこう流れに今までずっと乗ってきただけであって、平成になってからガタってきたりして、それからもうただ販売しながら食いつないできただけですもん。令和になってからコロナになってまた厳しくなったじゃないですか。少し今はちょっと弱なってきたなと思うんですけど、もう頼ってです。もう全面的頼って、自分はもうあと決まるだけで、83まで一生懸命決まって手助けするだけです。目標っていうともう83まで息子に手伝うっていうようなやり方を、若い時はもう大変ボランしていたんですけど、それで今が一番もうここ令和に入ってからが一番気張れてなのかな。手助けする。あとはもう口出しをしない。で、83まで頑張るっていうような感じで、今自分の気持ちは夫ですけどね。いや、周りに先輩がおるんですよ。84で決まっておられる方が。
それを目標にしながらうちはやってるんですけどね。あちこちも弱らんでやっていくっていうようなやり方を今しているんで、頑張っているんですけどね。近くに今84なんですよ。84でも機械ろくろとかいろんなの使って生地を作って息子さんたちのために協力しよらすですよ。その時もう80過ぎてからも80まで過ぎてでも頑張りだしたよねって言って。どっちの方向に行くとは分かりませんけれども、鍋島の方をもっともっと広めていく。それで自分が生きとる間ね、そういうのと喜びを与えてもらえば嬉しいかなとは思ってたんですけどね。それで息子に目標を持ってもらって満足して死ねればいいかなって思ってたんですけど。